おはようございます。冒頭2件申し上げます。まず、マイナンバーの健康保険証利用に関してであります。オンライン資格確認については、医療現場においてご理解、ご協力をいただき、忙しい日々の診療などの中で、大変なご尽力をいただいている関係者の皆さんに、まず改めて感謝申し上げたいと思います。また、マイナンバーカードで医療機関などを受診される際、何らかの事情でその場でオンライン資格確認を行えない場合の医療費の負担の取り扱いについて明確になっていないことから、医療現場で混乱が生じている状況にあり、いろいろとご迷惑をおかけをしているところでございます。で、本件については、保険料を払っておられる方が必要な自己負担、すなわち3割等の負担を行った上で、必要な保険診療が受けられる。また、医療機関においては、事務的な対応はお願いいたしますが、それ以上の経済的負担はおかけしないようにするという基本的考え方に沿って、現在、医療関係者と調整を行っているところであります。オンライン資格確認については、別の方の資格情報が紐付けられ、登録される事例が生じ、当該関係者の方に大変ご迷惑をおかけをし、また国民の皆さんにご心配をおかけをしているところでありますが、現在、すでに発表させていただいたような形で、データの正確性を図るべく、取り組みを進めているところでございます。今日申し上げるのは、それとは別にですね、転職等により保険者を変わる際に、オンライン資格確認システム上にデータ登録を行うまでのタイムラグがあったり、また機器のトラブル等によって保険資格確認とシステムの登録データにアクセスができないといった場合における、実務上の運用、言い換えれば医療費負担の取り扱いの問題であります。具体的に今お手元に資料を配布していると思いますが、その方向で、その場でオンライン資格に行う事情に応じた対応策を検討し、調整を行っているところであります。今月中にはさらに具体的な方法を明確にし、関係者の皆さん方に周知を図っていきたいと考えております。まず第一に、お手元のところも第一と書いてありますけれども、黄色いところでありますが、転職等のタイムラグにより新しい有効な保険証が発行されていない場合、これは現在でも起こっているわけであります。現在でも転職等の際に新しい健康保険証が届くまでには一定の時間が要しており、健康保険証の持参忘れの場合と同様に、医療費を全額お支払いいただくケースもあれば、現場の医療機関の窓口で柔軟に対応していただくケースもあります。これについては現行の取り扱いで引き続きご対応いただきたいと考えております。なお、マイナンバーカードを保険証として利用いただくことで、保険証がお手元に届いていない状況でも、データが登録された時点ですぐに保険証として利用できるというメリットがあるところであります。すなわち、保険証の発行後、郵送、あるいは物理的にその方に届くまでの時間が、マイナンバーカードの場合にはすでに登録をされておりますから、それが不要になるということであります。また、オンライン資格確認には、過去の保険者のデータでも、レセプト請求が可能なレセプト振替機能ということもあります。これまで古い保険証で受診された場合には、それが古いことが分かれば、その方に戻してですね、改めて新しい保険証の提示等をいただくというのが基本的な対応になっておりますが、このオンライン資格確認では、それは仮に古い保険証のデータであったとしてもですね、最終的に新たな切り替えが行われれば、その新たなデータに接続して、もう処理が行われるということですから、逐一、その方に対応を求めるといったことがない。これはレセプト振替機能と呼んでおります。そういった機能も付されているというメリットがあります。第2でありますが、保険証は発行されているが、システムへのデータ登録が完了していない場合であります。転職等の際に事業主から提出された資格取得届にマイナンバーが記載されておらず、保険者において確認中であるといった場合など、保険証が発行されていても、オンライン資格確認で資格無効、あるいは資格情報なしと表示されることがあります。こうした場合について、現在、マイナンバー
ただき、自己的にレセプト請求に必要な標準化番号との医療保険の比較情報を確認すること、これはお願いしますが、さらには、しかし、追加的な経済的な負担が生じないよう、実際のレセプト請求に生じないようにしていることです。第3に、保険証は発行されており、システムへのデータ登録は完了しているが、機器不良等のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合であります。具体的に3のことでありますけれども、2つに先ほどといいますが、オンライン資格確認のシステムは正常に運用されているけれども、その医療機関において顔認証付きカードリーダーが不足をしている。あるいは持参されたマイナンバーカードの IC チップの破損等にして顔認証がうまくいかないといったこと。また、停電や通信障害、その医療機関のオンライン資格確認端末の故障などにより、医療機関などにおいてオンライン資格確認のシステムそのものがうまく機能しないといった場合も考えられています。こうした場合についても、先ほど申し上げた通り、マイナンバーカードで受診をしていただければ、その場での自己負担は3割分とした上で、医療機関等のレセプト請求にも支障が生じないよう、マイナポータルの視覚情報画面の掲示、あるいはオンライン資格確認のシステム障害時モードの活用、これができる場合には、そういったことも活用していただくことも含めて、対応を検討していくことになります。いずれにしても、先ほど2番目のケースと同様にですね、医療機関において、一定の事務負担はお願いすることになりますけれども、経済的な負担が発生しないということの方向で検討しているところでございます。これらについて先ほど申し上げたように、6月中にはさらに具体的な、今月中には具体的な方法を明確にして周知を図りたいと考えています。でこのほか、医療機関等におけるトラブルの中には、カードリーダーによる顔認証がうまくいかない、光の加減とかいろんな状況でうまくいかない、あるいはその医療機関との電子カルテシステムやレセプトコンピューターとの接続がうまくいっていないなど、さまざまな状況が考えられますし、これまでもそうした状況が出てきているところであります。こうしたトラブルが生じた場合にも、医療機関との現場で混乱せず対応していただけるよう、これまでもトラブルシューティングの Q&A をお示しをしておりますが、さらにその内容を充実してですね、現場で適切に対応していただけるように、取り計らっていきたいと考えております。また、本年5月でマイナンバーカードによるオンライン資格確認の件数は、オンライン資格確認の利用件数全体の約 6% 程度であります。今後、マイナンバーカードの健康保険証利用はさらに拡大していくことが見込まれます。そうした中で、さらに国民の皆様全員にご利用いただくことを見据えて、実務上の課題を洗い出し、一つ一つ丁寧に解決することを通じて、マイナンバーカードと保険証の一体化、これを円滑に進めていきたいと考えているところであります。2点目でございます。静岡県において、障害者手帳情報と個人番号、マイナンバーとの紐付けに誤りがあり、調査中であるとの連絡が厚生労働省にあり、調査は引き続いて行われておりますが、概要が判明いたしましたので、報告をさせていただきます。紐付け誤りの原因でありますが、現時点での把握においては、静岡県が住基ネットによる照会を行う際に、住所を含まないかな氏名及び生年月日のみを用いて照会を行っていた上で、同姓同名の情報が出力された場合、住所等を用いた十分な確認を行わないままで、障害者手帳に個人番号を紐付けていたこと、また、例えば A さんに対し、一度発行した手帳番号、これは障害者手帳番号ですね、これを取り消して別の方、B さんの手帳番号として利用した場合に、取り消したはずの A さんの情報が静岡県のこの障害者手帳システムに残っており、結果として同一の個人番号に複数、今の場合では A さんと B さんの手帳記録が紐づいていた、そしてそれがマイナンバーに結びつけられていた、こういったことによるものと聞いております。調査結果の詳細については、今後、静岡県から公表されると聞いておりますが、現時点では誤りが数十件に及んでいる、さらに調査中であるということ、またこれまでのところ、個人情報の漏洩につながることは生じていないと聞いております。障害者手帳情報と個人番号との情報連携は、自治体の各種申請等の際に、
障害者手帳の手帳の提出を省略できるようにすること、また民間事業者が導入しているスマホの障害者手帳アプリとの連携を可能にするといったことを目的に行っているところであります。実際の障害者福祉関連の給付において、このマイナンバーカードを使っているわけではありませんので、その影響は出てきてはおりません。今回、静岡県でこのような事案があったため、他の自治体においても障害者手帳情報と個人番号の紐付けについて、事務処理の実情を確認し、紐付け誤り事案に関するデータの総点検を行うこととしております。具体的には本日、次の内容を盛り込んだ通知を発出いたします。まず、全国の自治体の事務処理の実情の確認であります。個人番号を取得する際、氏名、生年月日、性別、住所の情報を用いた確認が行われないまま、紐付けされていないかなどについて、7月中の確認をお願いいたします。その上で、紐付け誤り事案に関するデータの総点検を行います。住所情報を含まない氏名、生年月日などで個人番号を取得している自治体に対しては、氏名、生年月日、性別、住所の情報を活用するなどして本人確認を行い、個人番号と適切に紐付けているかを改めて確認してもらうこととなります。自治体にはまず9月末までに報告するよう求めたいと考えております。また、障害者手帳の申請の際に、申請書への個人番号、マイナンバーの記載を求めるなど、自治体の事務処理方法を見直していきたいと考えているところでございます。以上2点、私の方からご説明をさせていただきました。以上です。